小学校の時に、お袋からは戦争の話は聞かされてました。親父は、あの、昭和12年なんで、まだ小さかったはずなんで、あまり話しなかったんですが、お袋は昭和8年だったんで、当時小学校6年生、中学1年生ぐらいでしたので、まあ記憶にあったんでしょうね。戦争の話はしてました。あと、小学校に英雄理学徒隊の宮原瑠璃先生っていう方がいまして、戦争体験の話を毎年、植田小学校なんですけど、聞いてました。特別時間設けて体育館でそういう話を聞いてました。その後はもう映像ですよね。映像とかいろいろ見る機会があったんで、悲惨な戦争の知識は、私なりにいろいろと入ってきたっていうのが、多分本土の方ではない機会を得れたんじゃないかなと思います。沖縄県民だったっていうことで。で、その後、私が社会人になって政治家になって感じることなんですが、間違いなく沖縄、唯一の地上戦があった沖縄なんで、悲惨でした。で、その後、米軍が基地をそのまま残して作って拡大して、いろいろ事件、事故があって、コザ暴動とかもあったりですね。このコザ暴動っていうのは、復帰、のきっかけになった暴動なんですけど、まあ、米軍が事件を起こして、もうそれに憤った県民が暴動を起こして、復帰につながったっていうような感じなんですが、まあ、それはそれで、あの、大事なことだったと思います。暴力ではありましたけど。で、まあ、その後も、復帰した後も基地が残り続けて、その後も事件、事故がもう度重なる現状っていうのはあまり変わらない。で、これが日米地位協定が問題だっていうことで、米兵が事件を起こしても、日本の法律で裁かれることなく、帰国して罪を問われないと。極端な話、殺人を犯してもですね、裁けないと。まあ、それが、まあ、ある時期、昭和、昭和90年代ですかね。まあ、その辺、それではいけないっていうことで、地位協定もちょっと見直されて、米兵が事件、事故を起こしたら、日本の司法で裁けるっていう、今、ことにはなってます。で、これがまあ、現状ですね。現状っていうか、事実。で、今、私が政治家になって思うことは、政争の具にずっとされてるんですね。復帰後。復帰前は保守革新なく復帰運動ということで、県民心を一つに取り組んできたんですが、復帰後は基地賛成反対で政争の具にされまして、それで知事が変わったり、選挙がいろいろ国会議員とか動いたりしてます。最近本当に思うことは、それって本当にそれでいいのかと。まず沖縄に基地がある理由、これが沖縄県民が虐げられてるからなのかどうか。もしそうだとしたら、私は絶対基地出ていけ、沖縄県だけではなくて、本土にも拡散してやるべきだと、平等に。っていうことを主張するんですが、どうもそうじゃないと。戦争の時にアメリカが沖縄を攻めてきたっていうのは、間違いなくこの沖縄の場所、アジアのキーストーンって言われる場所、そこをアメリカ軍は戦争で奪還すれば、奪還じゃないな、占領すれば、そこから本土に向けても拠点となるし、で、将来、後々、アジアに向けてもいい場所だっていうことで攻めてきたと思うんですね。で、その後、戦争終わった後も残し続けた、基地を残し続けたっていうのは、さっき言った通り、アジアのキーストーンっていう、この沖縄っていう場所、そこに基地を残すことがアメリカにとっても利益があった。だから沖縄県民が虐げられた
わけではなくて、アメリカの考え、一番この場所がいいっていうことで基地をそのまま残した。で、これは本当最近なんですが、市長になった時なんですけど、市長、村長、町長の皆さんの勉強会がありまして、自治会館で、そこである講師が来て、米軍の話をしたんですね。で、その時に、皆さんご存知ですかと。今、米軍沖縄県はじめ、全国にありますが、その予算ってご存知ですかって聞かれて、もう全くピンとこなかったんですが、当時、日本の防衛費が5兆円でしたんで、GDP の1%、その程度か、それ以下だろうと思ってたんですが、今、アメリカ軍の日本にある、ほぼ沖縄なんですが、これを年間維持しようとしたときに、約20兆円かかりますっていう話をされたんですね。で、それ聞いたときに僕はもうびっくりして、米軍基地出ていけ出ていけって言ってますが、じゃあ本当に出て行ったときに、今、アジアの隣国の脅威から日本守れるか、当時5兆円ですから、5兆円の防衛費で守れるかって考えたときに、無理でしょうと。であれば、米軍基地なくなれっていうんであれば、自国を守るための、それに見合った防衛費、防衛予算を工面するか、もう少しいてくださいというか、私はもう、そうじゃなければ、もう攻めてこられて、今度はアメリカではなくて、アメリカ以外に占領されるのか、もう三つに一つじゃないかなって思ったんですね。であれば、理想で言えば、自国を守れる防衛費をしっかり予算化して、で、隣国の脅威から自国で守れるんであれば、アメリカ軍さんもどうぞ自国で守れますんで、もう退いてくださいって、その時にそう言えるんじゃないかなって思いました。で、今も思ってます。なので、理想論だけで、今沖縄の基地問題を政争の具にするんではなくて、本当に沖縄だけじゃなくて日本を守れる体制ができた時に初めてアメリカの米軍基地はなくせるんじゃないかなって思っています。だから今度の私の参議院議員選挙政策、沖縄版の政策と再生の3つの政策2つに分けるんですが、沖縄県民が基地問題でいがみ合うんではなくて、経済自立を目指して負の連鎖を断ち切りましょうっていうキャッチフレーズのもと政策に掲げるんですけど、負の連鎖っていうのは沖縄は戦後、琉球国の時代は自立できてたんですが、貿易で、廃藩置県後、そしてまた沖縄戦後、今自立ができてなくて、で、負の連鎖っていうのは、すべてワーストワンなんですよ。県民所得、全国ワーストワン。で、離婚率とか、やっぱりお金の切れ目が円の切れ目ですから、離婚率もワーストワン。子供の貧困も全国では1%って言われてるんですけど、子供の貧困、沖縄は3%、3倍。なんだかんだ言っても事件も多い。DV とかですね。そういうのも多いし。だから、やはり経済格差が事件にもつながっていると思いますので、今度の政策で訴えているのがもう基地の問題でいがみ合うんではなくて、経済自立を目指しましょうよというのが私の今の思いですね。快晴空に虹がかかる太陽の下笑っている事実は全部伝わってると思うんですよ。例えば、米兵がどうとか、日本軍がどうとかっていう話あるんですけど、確かに一部の日本軍は、やっぱり自分の命が大切なんで、泣く子供がいたら、その子供を黙らせろということで、もしかしたら殺害したっていう事実もあると思います。でももうその時って、じゃあ、それが当たり前に日本軍がそれをやってたか、県民に対してやってたかって言ったら、そうではなくて、一部で、そういうことあったかもしれません。実際戦争ってなると、人って精神状態がおかしくなるじゃないですか。だから、それをもって日本軍が沖縄県民を虐殺したとか、そういう話もある、膨らませてやったりするんですけど、
もうこれはもう本当に一部の話で、米兵は優しかったとか、まあそれも事実としてあるんですけど、でもやっぱり他の戦争の話聞くと、米兵だって、アメリカの軍人だって、狂気乱舞したりしてますんで、だから戦争、人が悪いんではなくて、戦争が悪いわけですよね。だから、もうそこで沖縄戦で起きたことは、どこでも起きてる戦争っていう場所では、そういう人間のこの心理っていうのがいろいろ動くはずなんで、それをもって今、沖縄県民がですよ、県民がああだこうだって言うんではなくて、過去の事実は事実としてちゃんと認めて、で、今は米軍基地がある理由っていうのも、僕は沖縄県民は国防を担ってるっていう自尊心を持ってもらいたいんですね。ある間は。沖縄県民が国防になってる。で、あと、離島のサトウキビを守らないといけないっていうのは、離島が無人島化したら、間違いなく今、尖閣で起きてるようなことが、与那国とかでも起きてきますので、そうならないために過疎化しないように、離島の人たちの所得を守ってあげる。ですから、今、沖縄県で所得が多いのは離島なんですよ。平均。もう北大東島、南北大東島2つあるんですけど、そこはもう県民所得300万超えてますんで、本島は240万ぐらいなんですが、これが、まあ、今の現実ですね。ですから、まあ、沖縄県民は基地でいがみ合うんではなくて、今、何でもワーストワン、これをぜひ改善するために頑張ろうよっていうのが私の気持ちですね。虹の下で笑っている君も少し保全すべきものはしてますし、沖縄海軍法っていう県が管理している施設もありますし、そこには毎年私も牛島中将が自殺したその日には慰霊の日がありますので、私も毎年参列してましたし、もうまさに明日6月23日慰霊の日、平和行進、私毎年家族と一緒に歩いてましたし、やるべきことは市長としてやってました。守るべきものはもう私の以前の首長がやってましたんで、私が市長になったから何か特に守るっていうことはもうなかったですね。はい。笑っている快晴空に虹がかかる仕方ないと思う。毎年総理が来ますんで、総理大臣。それを僕らが知ってもらい、知れっていうのは押し付けですよね。8月8日、広島の原爆の日とか、長崎の日とか、それと一緒だと思うんですよ。それ以上でも以下でもないと。革新系は清掃の具にしたいから、ああだこうだ言うと思うんですけど、僕はもうそういう時代じゃないと思ってますので、清掃の具にするんじゃなくて、政治の具にするんじゃなくて、本当に知らせたかったら、先日4月に石丸代表と協調本を書いた西田良介さん、この方、この方、YouTube 番組に見に行ったんですね。会費払って。で、その対談相手が立憲民主党の泉前代表と、あと、吉田晴美さん、現職の衆議院議員、二人がゲストで3名の対談があったんです。で、私まだ政治活動する前だったんで、4月の上旬に見に行ったんです。で、そこで質問タイムがありまして、立憲民主党は基地反対ですよねと。トランプ大統領になったんで、トランプ大統領にアメリカの沖縄の基地、もう撤退してください。撤去させてくださいって、直談判してくださいよ。反対だったら。って言ったら、もうびっくりなと、答えが返ってきました。私たちはそういう人脈がないとかですね。人脈がない人脈がないとか、そういう問題なんですかって、もう僕は呆れて反論もしなかったんですけど、それがもう答えなんですよ。もう今トランプ大統領に直談判したら、あの人本当に基地撤去すると思うんですよ。そうですかって。で、
中国が攻めてきて、ほら見たもんかって平気で言うと思いますよ。あの時に、わかりました、頑張りますって一言言ってくれれば、僕は、ありがとうございます。よろしくお願いしますって言ったかもしれません。まあ、無理って分かってますけど、やらないと分かってますけど、できない理由を言うぐらいだったら、反対言うなって、全代表ですよ。立憲民主党の。そう感じましたね。君のことがとても皆さん、好きだよ沖縄戦のことをですね、かわいそうとか悲観的に、あの、な目で見て、それを伝えるんですけど、それはそうですよ。それはそうです。はい。もう、本当に悲惨でしたんで。では、じゃあなぜアメリカが攻めてきたのか。で、なぜアメリカが基地を置き続けてるのか、そこに。そのことは全然語らない。メディアもですね。もし差別だったら僕だって反対運動します。差別じゃなくて、もう本当に地理的要因がもうほぼ99%なんで。見せてくれない君の心僕は視点を変えてもらいたいんですよ。かわいそうっていう悲観的な見方をしてほしくないですね。関わってもいいですよ。関わってもいいんですけど、僕はなぜ沖縄で地上戦があったのか、そしてその後復帰後も基地があり続けるのかっていう、この視点を変えれば、沖縄って素晴らしい場所なんだっていうところで、それを発信してもらえれば、僕は逆に今までにない発信の仕方だと思ってますけどね。かわいそうとか、そういう見方ではなくて、皆さんそういう見方する。沖縄は地上戦もあって、基地もあってかわいそう。事件事故もあってかわいそう。もうさっきも言った通り、見方が、戦争は良くないよっていう情報を発信するだけであればいいんですけど、戦争は良くないよっていう発信であればいいんですが、それが沖縄を今も苦しめてるっていうような内容になると、ちょっと違うって僕はもう、その時、今見てませんけど、見て、そういう感じが捉えられたら、そう、言いますよね。沖縄県民は、少なくとも僕は全然悲観的になってませんので、今、前向き。今、基地があるっていうのも、さっき言ったように、沖縄の国防を担ってるんだよという思いでいますので、